今もねこの YouTube 始める前にねケイシーが私たちに勧めた大事な言葉と言ってもいいんですよ。言葉私の翻訳でいくと優しさ忍耐辛抱っていうんですね。これとっても大事でね私たちが生きるのはこの優しさ忍耐辛抱という体験をしたいからですよね。はい、優しさ、これはカインドネスっていう英語なんですけどね、親切と当初は訳してたんですけども、途中から優しさに変えたの。親切とちょっと違うねという感じがするんですね。言葉の問題です。で、優しさっていうとこう柔らかい感じがしてね。で、優しさっていうとね、親切っていうとこの人なんか悪いからそれ悪いことになってるからそれで優しくしましょうよという感じがある。そのもう一つのことがあってね、悪いっていうところがね、まあなんともかわいそうなんだろう。かわいそう。私はね強調してるの。かわいそうっていう言葉使わないんだね。かわいそうっていう言葉使わないでね、祝福する、感謝する、感動するという方を重要視するかな。で、なんかいわゆる皆さんがかわいそうっていうのはね、私の考え方というかね、感覚で言うと、まあかわいそうだね、見てこれね、かわいそうな人というとね、非難批判否定してる。ダメだよこんなかわいそうだったら、まあこんな選択をしちゃってとかね、非難批判否定してる。そうではないというんですね。で私がまあ皆さんがかわいそうという方を見たらね、面白いね、面白いね。きっと素晴らしい体験をしたいんだな。もう一言、私もその人のところを見て素晴らしい体験をさせてもらうぞという意味で、よしやってやろう、よしやってやろうと、そういう感じなんですね。かわいそうな人を見た時、よしやってやろう。かわいそうじゃなくて、頑張る頑張る頑張るっていう、これも言葉だけどね、素晴らしい、これからいいこといっぱい起きるね、体験の一番最初の段階かな。要するに困ってると、こんな感じなんですけどね。それかわいそうっていうんじゃなくて、やってるね、やってるね、一緒に行こう、全ての人は私です、全ての人は私です。だからかわいそうな人、かわいそうな動物もね、実は私なんですね。よし頑張っていこう、こういう感じでやりますね。でその時にこのかわいそうな人をもって目的の話にするんだけど、かわいそうな人を何とかするんではない、動物を、かわいそうな動物を何とかするんではない、そうじゃなくてね、今も言いましたね、一緒にやっていこう、一体感、素晴らしい体験するぞ、祝福してるんですね。でそれに対して本当に喜ぶ、嬉しいね、これまた言いましたね、喜ぶと嬉しいね言いましたね。本当はね、その次の言葉、面白いねと、こういう感じですね。積極的にやろうとする、これがいわゆる皆さんがかわいそうと思う動物やね、人々に対する私のやり方です。これも善悪聖者だじゃない、私はね、やってやろう、いいですか、かわいそうな人をどうこうするんじゃなくて、やってやるぞって自分を感じるんですよ。これがそのいわゆるかわいそうな方を目的はっきりさせたら、その方をどうこうするんじゃなくて、自分が素晴らしいところを感じきる、これが調律。私の治療はそれやってるんだよね。だから先ほども言いましたね、十五夜お月さん、
ここのとこね何とかしようとしてるんじゃない、広がりをこう感じてるんだよ。全身で広がりを感じると、ああやってみなかったさっきね、実に見事にふにゃふにゃになってますね。ふにゃふにゃになってる。これだね、かわいそうじゃないんだよ。ただなるほど、動かない、困ってるね、面白い、面白いって広がりをこう感じてるの、遠くを見てる。これが祈りですね。何事も祈りっていうのはとっても大事なことでね、瞑想も大事。でも瞑想と祈りはセットになってて同じものですよ。ですからそれをこうやったからもう治っちゃってるんですね。さっきねちょっとこっちから押しづらかったけど、今こっちの方が押しやすくなってる。こっちの方が押しづらい。これも面白い、これも面白い、これも何でもいい、面白い、よしやってやろうですよ。何やるか、ほら広げればいい、広げればいい、こういうことだね。はい、広がりましたようでふにゃふにゃふにゃになりましたね。でさらに言うと十五お月さんの続きですけどね、私は頭蓋骨柔らかい、なぜ柔らかいかというと広げてるからです。いつも広げてるの、こうやってこうやって押してない、押してない、広げてる、広げてる。今ねこのところこうやってほらキューピーさんでやっちゃってもいいんじゃないかね。キューピーさんここにほら広げてるの。私がしょっちゅう広げてるから広がっちゃったねっておでっかい頭冗談言ってるんです。だからここも広げてあげる。さらにここやれます皆さん。広げてあげる、広げてある。私の肩見てる、力なんか入れてない、全身で広げてるんですよ。あるいは今が私を通して広げてるんです。天が私を通して今広げてるんです。こういう感じですね。鼻のところもそうですね。ちょっとキューピーさんの鼻ないんじゃないかね。今触ろうとしたらあるよ、あるけどもちょっとしかない。はい、鼻も広げたらどうっていうの。広げてる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 。はい、耳たぶも広げちゃったらどうっていうの。で意識に聞いたらね、こう言いましたね。耳の聞こえない人はあるいは耳の具合の悪い人はこの耳の周りを、これね、この話もう40年前の話ですけども、この耳の周りをねマッサージするといいですよ。この時もこうやってやるんじゃなくてね、広げてる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 、忘れないでね。このちっちゃなこれを広げてあげる、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 広げてあげる。今は私に言いましたよ。これ広げてるとね、この辺広げてるとね、聞こえが良くなる、聞こえが良くなる、そう言いましたよ。やってみない？はい。